今日の動画ではディル・アングレイの5作目のアルバム Withering to Death について語ります。死滅に向かい枯れていくと名付けられたこの作品、前作のバルガーはコンパクトで短いそれぞれの曲の中に凝縮されたパワーが一つの作品として圧縮されて、それが外に向かって解き放たれてヘビネスを生んでいるという感じだったんですけど、今作はむしろ激しさの中に綺麗なメロディーがあってすごく聴きやすく感じます。世の中への怒りとか社会の中での孤独感、そして失望を歌った楽曲たち、2016年現在にも言えることですが、今の世の中っていうのは動画サイトの中で視聴されるだけで実際に消費すらされなくなりつつある、知名度的には成功を収めた音楽で溢れています。ディル・アングレイはそういった音楽シーンとは常に正反対にいる気がするのですが、かといってそうしたものを全て闇雲に否定するのではなく、むしろ声もなく嘲笑うかのような恍惚さを感じて、とても痛快な作品です。最新シングルの歌踏みもストレートに孤独や怒りといったディル・アングレイの根源を歌っているんですが、歌踏みを聞いてなぜか10年以上前のこの Withering to Death を聴きたくなったのは、同じようにストレートに彼らの根源を表現しているからだと思います。歌詞がとにかくストレートなんですよね。歌踏みとこの Withering to Death はそういった意味では少し似ている気がします。曲のバリエーションが非常に多く、当時薫がずっと聴いていても飽きないアルバムになると言っていた通り、長く聴くことができる作品だと思います。また曲の構成がね、とにかく素晴らしいんですよ。特に序盤のマーシレスカルト、C、そして作はぜひ飛ばさずに連続で聴いてください。一番最初にこの3曲を聴いた時は本当に驚きで、この流れで一瞬で Withering to Death の世界に入ることができて、鳥肌が立ったのを今でも覚えています。孤独に死すゆえに孤独やデッドツリーなどの美しくも悲しいサウンドと激しさがシンクロしている曲は、今のディル・アングレイの方向性というかサウンドと重なるところが少しある気がします。ここで当時の公式が発表した曲紹介をもとに全曲をクイックレビューしたいと思います。マーシュレスカルト、今日に内在する複数の人格が解き放たれた激烈にして神秘的なチューン、無慈悲な儀式、それは一体何を意味するのか。 C、 スラッシュメタル型のリフに支配されつつも印象的なメロディーで突き抜ける爆裂曲、ライブにおける新たな起爆剤となるか。作、オリコン4位を記録した17枚目のシングル、この曲がトップ5に君臨する日本はまだ捨てたもんじゃない。孤独に死すゆえに孤独、常にこのバンドの表現の核にあった痛みが独特の美意識を持って昇華されたカオス、そのドロドロに歌の世界観が拍車をかける。愛しさは腐敗につき、空間をたっぷりと残しながら丁寧に、しかもむしろ淡々と描かれていく儚き物語。こうした楽曲が様になるのも彼らの強みだ。ジーザス・クライスト・ロックンロール、アルバムの発売前からライブで披露されていた摩訶不思議な異形のロックンロール、聴くたびに病みつきになる中毒性の高さは圧倒的。ガーベッジ、この楽曲も発売前からライブで披露されていた。強靭さと精密さの双方を要求される混沌型ヘッドバンキングチューン、耳元で悪魔がささやく。マキャベリズム、作に収録されていたファストチューン、リフ展開はむしろオーソドックスな部類に入るがとにかく鋭い。デッドスリー、寒さを感じる灰色の空とどす黒く朽ちた樹木、そんな景色が脳内に浮かぶ速度を抑えたナンバー。しかし当然そのままでは終わらない。
ザ・ファイナル。初登場7位をマークしたシングル曲。このバンド独自の歌物ヘビーロックの完成形とも言うべき一曲である。ビューティフルダート。5人が歩調を揃えながら爆走し、歪んだ炸裂へと向かう極めてアグレッシブなナンバー。世相を笑う詩の世界観も痛快だ。スピルドミルク。音、展開、構築感、歌。どの角度から見ても新しい軸を思わせ、しかも同時に彼ららしい、まさに唯一無二の形をしたロックである。悲劇はまぶたを下ろした優しき美しさゆえの緊迫感に襲われるスローチューン。本作における谷でありつつ絶頂も演出する。今後大切な曲になりそうな予感。この濁った浮遊感とでも形容すべき感触をした絶望の匂いの立ち込めるクロージングチューン。しかし当然ながらその先にあるものは。ちなみに、自分が当時参戦したライブツアー It Wizards and Wizards のライブグッズでフランス国旗っぽいリストバンドがあったんですよ。でそれがとってもかっこよかったので、それ以降ネットでは自分の名前をフランスと名乗っています。さらに豆知識なんですが、この It Wizards and Wizards の前まではライブでのダイブ行為、人の上に乗っかったりするあれですね、あれが当たり前に行われていたんですけども、このちょっと前のライブでこのダイブが元で骨折したファンの人がいたんですよ。これもあってこのツアーからは、そして現在に至るまでディル・アングレイのライブではダイブ禁止となった経緯があります。このアルバムで本当にディル・アングレイは一新してきたなと感じます。今まで積み重ねてきたものをあえて一度フラットにして新しいディル・アングレイを感じることができた作品でした。彼ら自身の歩んできた歴史を総括するのではなく、これまでと全く違う次元に進むことが示されたこのアルバム。この頃から外見もガラリと変わってきた気がします。今日がノーメイクで雑誌に出たり、カオルがヒゲを生やし始めたのもザ・ファイナルからこのウィザーリング・トゥ・デスにかけてだった気がします。本当にあらゆる意味でこれまでのディルと違いすぎる、最高にかっこいい方向に向かっていると感じたのがこの作品でした。自分がもしディル・アングレイを全く知らない人に最初の1枚をおすすめするとしたらこのアルバムを勧めます。2005年リリースというもう11年も前の作品になるんですけど、ここから現在のディル・アングレイのスタイルが形作られたと感じているんで、一番最初に聴いてほしいアルバムです。最後に著名なエディターである増田雄一氏の言葉を紹介して終わります。一つだけ警告しておく。このアルバムに触れた瞬間、あなたがそれまで消費していたいくつもの音楽が永遠に不要なものになるかもしれないと。